こんばんは、はるきです。今回は最新版のディフェンダーティアリストになります。前回のティアリストから2週間ほどが経ったので、更新をして最新版として出したいなというふうに思います。この2週間はやっぱりフューチャースターが来たということで、そのフューチャースターの選手たちを追加しました。それでは早速紹介をしていきます。こちらが最新版のディフェンダーのティアリストになります。B には、特に追加をした選手はいないという風な形になっていて、A ですね。A にはフランガルシアを入れました。フランガルシアに関しては、やっぱり個人的にはかなりジョルディアルバには似てる、ようなタイプかなという風に思います。身長は小さくて、ボールタッチは非常にうまいというか、軽いような選手にはなってます。ですけど、なかなか攻撃より、個人的には守備っていう風な、部分にはなってくるので、この身長の低さっていう風な、ところの良さはあるんですけど、サイドバックとしては、個人的にはそこまでかなという風には思います。そうです、そうです。かなり本当にジョルディ・アルバにタイプが似てるような、感じにはなるので、同じラリーガでスペイン人っていう風なことで、似たところはありつつも、どちらもやっぱり、身長の低さっていうのは気にはなるところではありますね。あとはフランガルシアも、そうですね、その空中戦っていう風な部分では、かなり、負ける確率っていうのは、相当高いという風に思いますし、相手が身長高くなかったとしても、普通に負けてしまうっていう部分は、あるので、攻撃参加させる分には全然いいかなというふうに思うんですけど、もうちょっといいサイドバックっていうのは、使える強いようなサイドバックっていうのは、いるというふうな感じです。でそして S ですね。S はシンゴ、そして、スペンスですね。フューチャーザスペンス。でそして、グエイを入れました。シンゴに関しては、本当に日本人ちゃうかという風な疑惑はね、持たれてますけど、サイドバックの選手たち190センチあるんですよね。かなり大柄で、フィジカルも強いっていう風な、選手になります。で、そういう風な選手がスピードもね、90あるので、そこだけ見るとめちゃくちゃいいです。普通に、対人の守備っていうのは、ごつさもあって、かなり安心っていうのは、まだ、できるような、選手にはなるんですけど、やっぱり、冷静さ70だったりとか、リアクション80だったりとか、あとね、守備意識も80なので、ちょっと裏取られてしまったりとかっていう風なことも、ありつつ、あとは積極性も75だったりとか、そのね、体格を、生かして、でかいから、ちゃんと足を出してくれるとかっていうのも、積極性とか低かったら、ちょっとあんまり足出ないんですよね。だからなんかね、ちょっとね、ごつくていかついような選手にはなるんですけど、ちょっと引いてしまう、足を引いてしまう、なんでそれ出さへんのみたいな。その見た目やのにみたいな、感じにはなるので、ちょっとね、かなりね、体格とかは、めちゃくちゃ好きな人はいるとは思うんですけど、がっつりしたサイドバックって。でも、意外と守備は、ちょっとできない場面もあるっていう風な、感じです。あとはビルドアップ面ですね。縦にスルーパスバーンって送ろうとしたら、もう何回ライン割るねんとか、っていうのも、全然、あるので、なんで冷静さ70なんで、だいぶ、結構低いんで、70は。で、視野もね、63なので、結構スルーパスに関しては、サイドバックで、もうここでボールが取られてしまうっていうことはあるので、そういう風なところでちょっと慎吾はいいところはねかなりあるんですけど、この慎吾自体の体格も含めてあるんですけど、ちょっと能力が、少し足りないなという風な感じです。でそしてスペンスですね。スペンスも同じような感じです。スペンスも体格は非常に良くてでかいような、サイドバックにはなるんですけど、かつスペースで、ペースもあるのでいいんですけど、この人もね、冷静さ70とは言わないですけど、76しかないので、視野も57と少し低い。このスペースの方がちょっとビルドアップ面は、ちょっと気をつけないといけないかもしれないですね。能力的には低いです。ですけど、
まあ、スペースの場合は、まあ、インターセプト値だったりとか、守備意識もこの人まだ、あるので、まあでも積極性低かったりとかするので、なんかね、この2人はね、ほんと惜しいんですよね。まあ、まだこう使えるのはスペンスの方かなというふうにも思います。で、スペンスに関しても、やっぱり積極性低いのもあるので、まあ、どうしてもこう足出ないとか、っていうのが、まあ、あるっていう風な感じですね。なので、もしかすると、こうスペンス安いので、まあ、スパサブに入れておいて、サイドバックで守備固めみたいな、ことの方で使うっていうのも全然ありかなというふうにも思います。守備能力自体はかなり高いので、または積極性とかリアクションとか、まあ、そこら辺がついてこればっていう風な感じではあるので、まあ、スペンス、シンゴどちらも、かなりこう、いいサイドバックとか、サイドバック向きの、選手としては、まあ、身長だったりとか、はあるんですけど、まあ、ちょっとこのフューチャースターでは、能力的にはちょっと惜しかったなというふうには思います。で、そしてグエイですね。まあ、グエイに関しては逆足も4ありますし、まあ、非常にこの人はコスパ的には、めちゃくちゃいいかなというふうには思います。で、かつ、まあ、ビルドアップ面だったりとかも、まあ、パスもね、そこまで下手ではないっていう風な感じにはなりますし、ドリブルに関しても、まあ、意外とこうセンターバックの中ではまだ持てる方なので、まあ、個人的には、この人はかなり初心者にはおすすめなのかなという風には思います。で、ジャンプがね、少し低いので、空中戦だったりとかは、もしかすると、こう、勝てないっていう風な、選手にはなると思います。センターバックだからこそ、それ、競り勝ってよっていうのは、まあ、あるかもしれないですね。グエイはちょっとジャンプ低いですし、身長もね、182なので、まあ、ちょっと空中戦は少し不安な、部分はあります。まあ、あとは、個人的にはペースがもうちょっと速かったらなという風には思いましたね。82でも十分なんですけど、より早かったら、もうちょっと上のランクにはいけてたのかなというふうには思います。まあ、それでも非常にコスパはいいような選手で、グイはおすすめかなというふうに思います。でそして S と SS の間はトレント・アレクサンダー・アーノルドですね。フットセンチュリオンズで来ましたトレント・アレクサンダー・アーノルド。まあ、個人的にここは変わらずっていう風な感じです。で、そして SS ですね。SS にはカルルですかね。カルルを追加しました。まあ、カルルは普通に強かったですね。まあ、10万ぐらいで買えるんですけど、まあ、この人も安くて、強いなという風には感じましたし、まあ、トモリに変えてね、自分は変えたんですけど、まあ、こうすぐにこうトモリに変えたいなって思うこともなく、全然カルルで十分やれたなっていう風な、選手です。普通に、まあ、速くて、強いっていう風な選手なので、まあ、やっぱりセリエの選手安いなと思いつつ、安いかつ、やっぱ強いなっていう風に自分は、思いましたね。まあこの人も全然、セリエスカットなら、こう、買って、使ってみるのもありなんじゃないかなという風に思います。で、そして SS と SSS の間は、トモリ、そしてフラッシュバックのラモスを入れました。まあ、トモリに関しては変わらずなんですけど、ラモスを少し上げたという風な形になります。で、そして一番上ですね、SSS は、フューチャースターグバルディオル。そしてフューチャースターアラウホ。そしてフューチャースターティンバーという風な形になってます。まあ、グバルディオルに関してはこいつはエグいよ。こいつは半端ない。まあ自分は今週使ってたんですけど、グバルディオル。マジで強いですね。本当に強かった。まあ、ブンデスで、非常に安い。まあ、金も組みにくいので、まあ安いっていうのはあるんですけど、まあ30万ぐらいですか。この30万で TOTY の、まあ、アタッカー、前線の選手たちを止められるのは本当にこの人しかいないですね。これだけの安さで、Y 軍団を止めれるのはこの人しかいないなというふうには感じました。マジで100万してもおかしくはないぐらい、まあ、行き過ぎかな、100万って言っても、まあ30万、まあ倍はあっても、60万、70万の価値は、十分あるなというふうに感じましたし、貫通しないし、ボール持ちやすいし、パスもうまいし、逆足も4やし、まあ、本当にこの人は最高の選手だなというふうに改めて感じました。
で、そして、アラウホですね。アラウホはね、またね、グバルディオルとはね、若干ちょっとね、違うタイプなのか、なんかね、ほんとアラウホの方がガツンと取るみたいな感じの選手なんですよね。グバルディオルもガツンと取るはするんですけど、アラウホの方が、なんか、もう、引き殺しにかかっとんちゃうかみたいな、ガッシャーみたいな取り方をするので、結構ね、取り感っていうのは、本当に良かったですね。で、アラフォンも同じく、貫通はせず、スピードも速いですし、あとはミリハイっていう風なことも役割意識があるので、ちゃんと守備の意識も高いっていうのも非常に素晴らしいですね。で、このフューチャースターになって、逆足も4に変わったので、この人も本当に最強の、センターバック、にはなってるのかなというふうに思います。それこそアラウホ、ラリーガで、一番左にいるミリトンとアラウホとかでラリーガ組むとかっていうのもめちゃくちゃ強い、センターバックにはなると思うので、アラウホも、安定に PTG から強くなってきたなというふうな感じです。でそしてティンバーですね。ティンバーもね、一番上に自分はいてもおかしくはないレベルの、選手にはなるかなというふうに思います。ケミが合えば、非常に強いような選手にはなるんですけど、なかなかね、いかんせんケミが難しいので、で、グバルディオルの場合はね、まだブンデスっていう、まだ周りに強い選手いたんですけど、ALDBG っていうティンバー、なかなか周りに強い選手そこまで、いないので、相当、周りを、ちょっと下げないと、ティンバーは入れられないのかなというふうに感じました。で、意外とこの人サイドバックもできるっていう風なところが、いいかなという風に思いますし、身長がね、そこまでセンターバックとしてはないので、サイドバックとして使うっていうのも、まだありかなという風に思いますし、センターバックとしては、非常に軽くて、動かしやすいようなタイプなので、扱いがしやすいような選手にはなってます。パスも、出せますし、うまいし、この人もね、逆足4にアップグレードされたので、パスもうまいし、で、持ち運ぶことをこの人もできるので、非常にこの人はおすすめ、にはなってくる。ケミが合えばっていう風な感じです。実力的には自分は、全然一番上にいてもおかしくはないかなという風に感じますね。っていう感じで、これが最新版のディフェンダーのティアリストになります。また、ここにいない選手だったりとか、いるかなというふうに思うので、気軽にコメントしていただければ嬉しいなというふうに思います。それでは、今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。